さんこんにちは、ちゃんかです。今回はですね、いつもの茶番はなしでやっていこうと思うんですけど、冒頭でも見ていただいた通りですね、とある機材を使ってちょっと気になることを実験していこうと思います。なんですけど、その前にですね、茶番ってなんで茶番って言うんですか？教えて、Google 先生。茶番狂言の略、ありふれたものを材料として仕草で滑稽なことを演ずる座興、比喩的に馬鹿らしい底の見えすいた物事だそうです。茶番ゆかです。軽く茶番挟んどるかね。ということでですね、今回使っていく機材がこちらになります。ドーン。要はですね、これでスピードを測れますよっていうものを作ってみました。こちらなんですけど、ちょっと重たいローラーを使うことによってフライホイール代わりにしてあって、最高速度は実際に走らせた時とほとんど同じ速度が出るようになってます。で、今回はですね、ベアリングについてやっていこうと思うんですけど、ベアリングってパッと見ではわからない部品なんですけど、なるべく早いうちに入れたい部品じゃないですか。なので、今回はベアリングの比較をしてみたいなということで、こちらを使ってですね、裏ベアリングと袋から出したてのベアリング、それと脱脂したベアリング、この3つでですね、最高速度の違いっていうのを見ていこうと思います。ただですね、実際に地面で走らせた時とこの上で回した時の最高速度のズレっていうのは多少あると思うんですけど、この機材の使用も兼ねてやってみようと思います。で、実際やっていく前にですね、今回使っていくマシンがこちら、メルセデス CLK GTR、かっこいいですよね。で、チャーシュア TT01 タイプ E をほぼほぼノーマルで組んだもので、もちろんですね、ベアリングもプラベアリングの状態です。さらにですね、プロポはこちらのタミヤファインスペックを使用して、 ESC もですね、受信機一体型の TRE01、これのパワー 100% のモードでやっていきます。バッテリーもきっちり 1600mAh まで充電したレーシングパック 1600SP で、イメージ的にはちょっと ESC は違うんですけど、 XB に 1600SP のバッテリーを使って走らせるっていうイメージなんですかね。そんな感じでやっていこうと思います。ではですね、結構大きい音が出るので場所を移動してやっていきましょう。ということで場所を移動しましてセットが完了したので、早速まずはプラベアリングの状態で見ていきましょう。おー、時速21キロ出ましたね。では続きましてこちらのベアリングセットを入れていきます。結構ばらすんですけど、まずデフの両サイドとハブですね、それとプロペラシャフトの部分、この16箇所をボールベアリングに交換します。で、ベアリングのサイズは3種類なんですけど、この一番小さいやつはステアリング用ですね。これもついでに交換しちゃいます。はい、ということで交換して組み上がりましたので、早速袋から出したままのベアリングでいってみます。変わらない。もしかしたら 0. 数キロ単位で上がってるのかな。ちょっと意外ですね。続きましてこちらを使って脱脂していきます。ということでもう一度ばらしまして、この小瓶にライターフルードをですね、適量入れまして、ここにベアリングを浸していきます。
そうするとですね、もともと中に入ってたグリスが溶け出してだいぶ白く濁ってきましたね。こんな感じでしっかりと脱脂していきます。こんなもんかな。そしたらしっかりとオイルを切ってですね、本来ならここでまた好みのベアリングオイルを注入して使うんですけど、今回はこのまま使っていきます。ただですね、脱脂しただけの状態って抵抗は少ないんですけど、あっという間にベアリングが傷むのでおすすめはしません。私はですね、オフロード系は脱脂しないまま使って、でツーリングは脱脂して注油して使うことが多いですね。では組み上げていきます。はい、ということでセット完了しました。何キロ出るかな、行ってみましょう。うわっ、1キロ上がりましたね。寒いんでとりあえず帰ります。はい、ということでお家に帰ってきました。いや、正直ですね、ギア比とかも考えると、このマシンでベアリングの効果が得られるのかななんて思いながらやってたんですけど、案外変わりましたね。で、もっと最高速売りにギア比を振ってあげると、もっと如実な結果が出たのかなとは思うんですけど、とはいえですね、1キロも変わればタイムも変わってきますし、あとは加速力も変わってくると思いますので、結論ですね、ベアリングって大事ですね。はい、ということでですね、今回こんな感じでやってみたんですけど、今後ですね、またこの機材もいろいろ改良していろんな実験だったり比較してみたいと思います。ということで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。しなやかでした。